こんにちは。TTS の川本です。この動画ではメタバースの基礎第5弾としてグラフィックボードを紹介します。グラフィックボードは一昔前であればオタク文化の一角でしたが、今や産業界の重要なファクターになりました。その辺の変化も含めてお話しさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。まずは体験で実際にグラフィックボードをご覧いただこうと思います。私が今現在業務で使用しているパソコンを見ていただこうと思います。こちらの2台私が使っているパソコンです。左側を Linux、右側を Windows で主に使っています。ちょうど左側がガラス張りになっているので中を覗いてみます。この虹色に見えている部分の下にまな板のようなものが、ついていますけれども、これがグラフィックボードになります。外からだと見にくいのでパソコンから取り出してみます。改めましてこちらグラフィックボードになります。GPU ボードとかビデオボードという呼び方もあります。またボードではなくてカードというふうに言う人もいます。ちなみにこのグラフィックボードは、一昔前ですね、人気だった GeForce の RTX 2080Tiというチップを積んだモデルになります。ハードウェアを見たからといってすごく実感が湧くというものではないんですが、特にスマホ世代の方にはパソコンの中身であったり、ひょっとしたらデスクトップパソコン自体が珍しかったりするかと思いましたのでご紹介させていただきました。この部品を高性能のものに交換したり、あるいは複数本をパソコンの中に挿すことによってグラフィックの性能を向上させることができます。ただし、交換の際には、特にマザーボードになりますけれども、そのパソコン側の環境に合わせた互換性のある部品を適切に選ぶ必要があります。また、完成された状態で売っている市販のデスクトップですと、そもそも分解できないようになっていたりですとか、分解してしまうともう保証しないよというふうになっているものが、ほとんどかと思います。ですので詳しい方に相談をしていただいた上で、自己責任でやっていただくということにはなってしまいます。その辺はご了承をいただきたいと思います。10年ほど前までグラフィックボードに関心を持つのはいわゆるゲームオタクの方たちだけでした。3D ゲームを快適に楽しもうとすると高性能のグラフィックボードが必要になるためです。高性能のデスクトップパソコンやグラフィックボードを秋葉原に探しに行くというのが、当時のゲーム好きの方たちの一つの行動パターンになっていました。ちなみに私はゲームをやらないタイプのパソコンオタクになります。15年ほど前からだと思うんですけれども、自宅パソコンで Linux を使っています。自作パソコンというのも馴染みのない言葉かもしれませんが、GPU やメモリー、さらに今回のテーマであるグラフィックボードのようなパソコンの構成部品を個々に選定して購入する、そしてそれを自分で組み上げるというタイプのパソコンです。自作を始めた当時、私ゲームをやらないですので、グラフィックボードには全く興味がありませんでした。ですので、マザーボードの内蔵チップとか、ジャンク屋で買ったような本当に安物のグラフィックボードで満足していて、長らく使っていました。それが5年ほど前、一転いたしました。きっかけはディープラーニングでした。ディープラーニングの詳細をここでお話しすることはできないので、
動画の内容に関係するポイントに絞ってご紹介させていただこうと思います。まず重要なのは、ディープラーニングがそれまではオタクの嗜好品だったグラフィックボードをメジャーシーンに押し上げたということです。ゲームで使われる技術がなぜディープラーニングと結びつくのかというところで疑問を感じる方もいらっしゃるかと思います。少し数学的な話になってしまいますが、計算機の中で 3D モデルを動かしたり、ビューを切り替えたりといった処理は、ニューラルネットワーク、ディープラーニングと非常によく似ています。どちらも行列計算だからです。簡単な例を見ていきます。例えば 3D モデルを垂直方向の周りに回したい、回転させたいという場合、モデルを構成するメッシュの各点に Z 軸周りの回転行列をかけます。こうした処理を座標変換と言います。座標変換は 3D モデルを構成するすべてのメッシュにかける必要があります。ここで 3D モデルは非常にたくさんのメッシュで構成されていますので、個々のメッシュに対して順番に CPU を使って順番に座標変換を行っていくと非常に時間がかかってしまいます。ゲームで言うと動きがカクカクしてあまり面白くない状態になってしまいます。ここに対してグラフィックボードを使うと、たくさんのメッシュに対する座標変換を一度にまとめて行えるようになります。これによってビューの動きが滑らかになります。これがグラフィックボードの特徴です。そしてディープラーニング、ニューラルネットワークについてですが、ニューラルネットワークの処理は非常に大まかに言うとニューロンの発火に対して重みをかける、そしてバイアスを足すという処理になりますが、これも座標変換です。座標変換で表現できる計算処理になります。そして 3D モデルの座標変換の場合と同じで、3D モデルを回す場合と同じで、個々のニューロンに対して順番に処理をしていくと非常に時間がかかるものをグラフィックボードを使うことで高速化することができます。というところで、グラフィックボードはもともとディープラーニングをするために作られているわけではないんですが、AI の研究者の中でこれ非常に使えるなと、いいなということになって、こぞって使われるようになったという背景があります。ディープラーニングが流行ったことで、グラフィックボードの買い漁りが起きました。特に人気だったのが、私も使っている GeForce の外排気モデルになります。グラフィックボードは非常に高温になるので、ボード自体に空冷ファンやヒートシンクがつきます。多くの製品は、このボードの下側にファンがついていて、ボードの上下に空気を流す動きになります。しかしそれですと、複数のグラフィックボードを縦に並べて配置した場合に、上のボードから出る熱気が下のボードを温めて冷却の効率を下げてしまいます。特にディープラーニングでは複数のグラフィックボードを使って計算効率を上げるということをするため、熱をケースの外に直接逃がす外排気モデルが望ましいわけです。外排気モデルはもともと生産数が少なかったこともあり、当時非常に価格が高騰しました。先ほどご覧いただいた私の業務用のパソコンも、実は2本の外排気を挿すつもりで予算を申請しましたが、在庫の関係で1本しか買えなかったという経緯もあります。近年ではチップの製作元の NVIDIA も対応していて、外排気モデルのグラフィックボードを研究用途として独自でラインナップするようになりました。値段さえお気になさらなければ買えるかと思います。GeForce が高騰した背景には、グラフィックボードのチップ製作において NVIDIA が一強になってしまっているということも聞いています。
特に研究用途、ディープラーニングを行うための GPU 環境については、NVIDIA 以外には選択肢がないというのが実態です。市場的には少し不健全な状態にあるということもできます。しかし、ディープラーニングやメタバースといった技術が今これだけの成長を見せているのは、かつてはゲーム業界にとどまっていた NVIDIA という会社が産業界に拡張して急成長したということが非常に大きく関係しています。NVIDIA の動向から今後も目を離せません。ここからが応用です。言うまでもなく今はスマホ全盛時代です。それとは対照的にグラフィックボードをある程度使いこなそうとすると、パソコン自作のような、いわゆるオタク技術への先祖返りが必要になってきます。それが本当に必要なのかという考察です。私自身、自分の持っているオタク技術が活かせるんじゃないかなといった期待を持ってディープラーニングに参入した経緯があります。しかし世の中で AI 技術がメジャーになるにつれて、ディープラーニング用に組み上げられた高性能パソコンが売られてしまっていたり、クラウド上でグラフィックボードを間借りするといったサービスが増えてきました。さらにはコーディングレスで誰でも AI を作れるといったサービスを提供する企業も多く登場しています。一般的にこうした便利なサービスというのは技術的なハードルを下げるメリットがありますが、その代償として差別化を難しくするデメリットがあります。しかしディープラーニングに関してはコモディティ化のデメリットを凌駕するほどに IT 大手の影響力が大きいというふうに感じていました。特に民間企業にお勤めの方の場合、オタク知識を動員して独自の AI 技術を追求するよりも、Google や旧 Facebook のような IT 大手のプラットフォームや、あるいはもうすでに AI として完成されてしまっているものを、そのまま使ってしまう、だだ乗りしてしまうということをした方が、たとえそれが競合製品と多少似てしまっていたとしても、会社の中では評価されてしまうんじゃないかと思います。AI ブームは終わったわけですが、それはプラットフォームが固まってオタクの出る幕がなくなったということを意味していると思います。ではメタバースに関してはどうでしょうか。その答えを出すことは容易ではありません。現段階としてメタバースとディープラーニングで異なる点、注目すべき異なる点が2つあるというふうに考えています。一つはメタバースではユーザーに開発者と同等のグラフィック性能、グラフィック環境が必要になるということです。ディープラーニングの場合は開発者が高性能パソコンを使うことは必須だったとしても、ユーザーが AI を使う際にはスマホのような安価な端末で済ませるということができました。一方メタバースの場合、開発者が見ているのと同等の 3D をユーザーに提供しようとすると、ユーザーにも開発者と同等のパソコン性能が必要になってしまいます。数百万のパソコンとなると、メーカーの開発者にとっては普通かもしれないですが、ユーザーに買っていただくとなるとなかなか大変そうです。試験になりますが、高価なグラフィックボードというのは確かに容量の大きな、つまりメッシュ数が多い 3D モデルを扱う場合には有効なんですが、値段が高いからといって処理速度そのものが格段に上がるというわけではありません。メーカー推奨のようなグラフィックボードをお使いいただいていて、かなり過剰スペックになっているという場合も多いと思います。研究用途なのでお金がいくらかかっても構わないという場合はさておきになりますが、限られた予算の中でシステムを組みたいという場合には
専門的な知識や経験というものが有効になる場合があるかもしれません。もう1点、メタバースはまだ発展段階にあるため、デバイスやプラットフォームが乱立しているという状況にあります。先ほどユーザーに高性能のパソコンをご購入いただく必要があるということを申し上げましたが、それは外部接続式の VR ゴーグルを想定した場合です。パソコンを使用せず、いわゆるスタンドアローン式の VR ゴーグルの中にアプリを構築するという方法もあります。この場合、グラフィックボードは不要です。また、ソフトウェアの開発ツールもたくさんあります。アプリ開発については Unity と Unreal Engine が代表的ですが、モデリングでは Maya や Blender、3D スペースの共有では以前の動画でご紹介させていただいた Mozilla Hubs、など本当にたくさんのツールがあります。一説によるとメタバースのプラットフォームはこの先も一元化されないそうです。ハード、ソフトを含めていろいろな環境を使いこなすというのは非常に大変ではありますが、プラットフォームが固まらないナイーブな状況でこそオタクが輝くということも言えます。パソコン世代の意地を見せていきたいですね。この動画ではグラフィックボードを紹介しました。グラフィックボードに関連して自作パソコンというところのお話もさせていただきましたが、実際のところ会社の業務で自作パソコンを使うのは管理上難しい、無理だよっていう方も多いかと思います。その意味ではグラフィックボードというのはこの先もオタク文化というか趣味で使うものであり続けてしまうのかもしれないです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。